必要ない必要ないという私は神だ、私は超越した存在だみたいなのはアウトなんだけど、私は自由の菩薩だっていう意味合いだとこれ OK なんですよ。これ私は神だみたいなノリで私は自由の菩薩だって言ったとしてもありなんですよこれ、なんでか分かりますかね、この違いは。違いを言語化するのはちょっとなんなのかな。私は神だと、私は自由の菩薩だ、むずっ。だから私は神だの場合だと、そうね。じゃあ今回ね、小本前回のところがものすごい難しい感じで終わったと思うんですけど、この今の受領本で解こうとしていることっていうのは無視の本仏って言ってね、始まりもない本当の仏みたいなことを話す内容なんで難しいですよね。難しいんですけど、これが理解できないと人間は動物のようなもんだと、畜生みたいなもんだと、っていうふうに大将に言われてるわけですよ。これが分かって初めて人間だみたいな感じの厳しいですよね。厳しいですよね。イメージ的にはとんでもないスケールのメタ認知を強要されてるようなイメージでしたけどね。もう無視の本物を体得した側からするとそういうふうに見えるっていうことですよね。そういうことですね。もう根源的に迷ってる動物に過ぎないみたいなまあでもそれが厳しいことを言われて、だからそれだけ重要なんだよっていうことで、理解していこうよと、畜生のままで終われるかというところで、伸びしろしかないな。伸びしろに踏み込んでいきましょう。根源の仏に迷う才能ある畜生。池田、無視の本仏を知らしめるために法華経本門はあった。否、仏教全体がそのためにある。その根源の仏を知らなければ三世の諸仏の死を知らないことになるし、成仏は思いもよらない父を知らない子供のようなものであり、故に自分が誰であるかもわからない。大聖人が受領本の仏を知らざる者は不当の国に迷える才能ある畜生と言われた通りです。自分の生命の根源、自分がどこから来たのかを知らない、自分が無視無臭の大生命と一体の孫悟空の存在であることを知らない。故に他人の尊厳も分からず争い合い傷つけ合って生きている。これではどんなに威張ってみても人間は才能ある畜生に過ぎないというのです。不死の義を知らないので畜生というのでしょう。開目章の初めに三皇以前は父を知らず人皆近習に同ずと仰せです。中国のあれですよね、三皇。まあこういうことですけど、皇帝皇帝皇帝これ以前の民衆は父を知らなかった、獣と同じだっていうようなことを言われている文化あると、獣は自分の父がわからないっていうところで、自分の父がわからないっていうことはそれはもう近習だとそういうことね。まあ、ここで言う父はね、まあ、我々の父親は分かりますけども、生命の根源っていう話になるかな。父の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 父、ここに根源、ファーザーですね。これはだから日蓮大聖にもそうだったってことですよね。自分も畜生だったっていうことを言われてるのと同じだと思いますけど、須田、才能ある畜生とはまさに現代文明の一興を打つ言葉だと思います。科学技術をはじめ才知は爆発的に伸びた。しかし人間の境界は変わっていない。動物的なままです。遠藤、彗星の軌道は正確に計算できるようになりましたが、それに比べ人間の内なる宇宙への探求は進んでいません。池田、これを真の人間らしい人間に境界を引き上げようというのが法華経です。光線抜くです。斉藤、確認しますと無視という永遠の死罪によって初めて球界と物界が真に即することになったということですね。考えてみれば通常の論理では因から果へというのが当然だと思います。しかし生命の実相である無視の本物の世界はそうではない。物界、物価が球界、仏因とともに具事に実在する不可思議の世界です。通常の因果の観念を打ち破る妙なる因果具事の世界であると。遠藤、保釈憲本しなければそういう因果具事の世界は示せないということですね。今世で初めて成仏したというだけでは因が先にやって果が後にある因果維持のレベルしか示せません。しかし釈尊が悟ったのは実は因果具事の妙法であった。
それを示すために発釈憲本したということですね。池田、その因果具事の法とは、無視の本仏である南妙法蓮華経如来の生命です。この久遠の妙法を修行するのが本因であり、修行して得られる仏果が本願です。本因本願の訪問とは、この一法を示さんとしているわけです。それが発釈憲本の目的でもある。本因というのは、そこに一切の修行を含む成仏の根本的な因という意味が込められている。この本因を修行すれば、略行修行の必要はない。難しくなってきたと思いますけども、今の池田先生の言われていたところはどう理解しましたでしょうか。一応ね、今の確認しながらちょっと進んでいこうかなと。そうですね、めっちゃメタ認知。略行修行って何？略行修行ってのは何回も何回も生まれ変わって最終的には仏になりますっていうような。輪廻転生繰り返すのと、めちゃくちゃな時間かけて、もう略行ってのはもうめちゃめちゃな時間期間っていうことで。来世に期待っていう言葉の名の元の生命ね。いや今世でやれよって。そうでも略行修行してあなたはいつか仏になりますって言ってた教えもある、仏教の中でってことでね。法華経以前はっていう感じ。一神教とか結構そういうの昔から問題視されてるのね。根性は諦めなさいと。あの世で成仏っていうか神になれるみたいな。そうね。免罪符なんて特にそれの悪用の最たるものじゃないかなと思うけど。天国に行くためにお金払いなさいっていう。チケット購入。仏教の次元から言うと二禅教の立ち位置になっちゃうなっていうことになるけど。必要ない。必要ないっていう。今世でこの本因っていうね、成仏の根本的な因を修行すれば略行修行の必要ない、言われてますね。その本因本願の訪問っていうものを示さんとしているという、探求していきましょう。仏印も仏果も同時に得る妙法。須田東大義章の有名な五問の意味がはっきりしてきました。子理は七子、聖人理を感じて万物に名を作るとき、因果具事、不思議の一法これあり、これを名付けて妙法蓮華となす。この妙法蓮華の一方に実戒三千の諸法を具足して欠言なし、これを修行する者は仏印仏果同時にこれを得るなり。聖人この法を師となして修行格動したまえば、妙因妙が具事に監督したもうがゆえに、妙覚可満の如来となりたまえしなり。池田、そう門弟の本門に至ってこそ一切衆生の生命に蓮華の大輪の花が咲くのです。因果具事という蓮華の方が現れるのです。大事なところだから別の観点から整理しておこう。本門では仏の生命に仏界も球界も永遠に備わっている。仏界だけではない、球界だけでもない、両方が共に永遠に備わっている。そこでこの本門の訪問を指して大聖人は因果平常の宗と呼ばれています。これに対して二禅言教は因果異生の宗と呼ばれている。須田、二禅言教の仏は球界の生命を断ち切って初めて実現できる境外でした。いわゆる恩理断苦、球界を恩理し立つの仏です。何度も生まれ変わって略行修行をし、球界の迷の生命を断ち切ってようやく仏になれるというのですね。仏印と仏果が全く異なったものとして断絶しているので、大聖人は因果異生の宗と呼ばれました。遠藤では法華経はどうかと言いますと、方便門の諸法実相の門によって仏界と球界が同じく十の実相の統体であると明かされました。そこで大聖人は釈門を因果同生の宗と位置づけられています。しかし釈門では釈尊自身が過去世に略行修行して今世で悟りを開いたという立場は二禅教と同じままです。斎藤、つまり仏界と球界が同生であるとは言っても、この両者が釈尊の一心に即してどのような関係にあるのかは釈門でははっきりと説明されていません。
須田、それが本門に入ると、いわば球界を離れない仏こそ釈尊の真実の境外、本地であると明かしたわけですね。ややこしいですね。球界を離れない仏。うん。球界はあるある。けど戻ってくるところが仏である状態にならんとねっていう。そうそう。球界の部分が成仏しているっていう境界なんですよね。楽器界が成仏してない時っていうのは、あれが欲しいこれが欲しいっていうので分断が起きる。成仏してると、あれが欲しいこれが欲しいという欲求で結合できるっていう、ここはポイントでしょうね。各階層のフロアボスを倒さんといかんね。そう。でもその修行の方法は、楽器界の時に畜生の修行をすればいいとかじゃなくて、そういうことじゃない、もう楽器界の時でも仏界を引き上げる修行をやっていく中で、自然と倒されていく各界のフロアのボスがっていう、心はダンジョンですな。心は単純です。因果衣装の衆、因果同章の衆、因果病状の衆と、3段階に分けてこう説明されておりました。難しい言葉が難しいよ。あえてこう分けて名称をつけた方が分かりやすいんじゃないかっていうことで、ちょっと探っていきましょう。はい。実界本音の仏。斎藤オンリダンクの仏ではなくて、実界の生命がもともと備わっている本のが受領本で明かされた仏です。受領本の心は実界本と断ぜりとも仰せです。いけた。そう、受領本の仏は実界本の仏なのです。仏界だけではなく、菩薩も正門も遠隔も、また地獄、餓鬼、畜生の境外もことごとくもともと備えている仏です。ある時突如として仏になったのではないし、仏になった途端に球界の生命がなくなってしまったのでもない。しかもこの実界とは実法界ともいう。法界とはいわば全宇宙のことです。実界という全宇宙が本来大生命体であり、巨大な仏なのです。無視無臭で慈悲の活動を続けているのです。だからこそ実界のどの主情であってもその仏と一体です。一体だと自覚すれば仏なのです。一切主情にそう自覚させるために仏法は存在する。ところが人々は生涯に執着して狭い心のままで苦しんでいる。その無明を叩き破って久遠願女の大生命の太陽を昇らせるための法華経なのです。実界本の仏ですから、受領本で本地が明かされたのは釈尊だけではない。実界の主情すべての本地を示そうとしているのです。画実成仏以来無量無辺。我は実に成仏しよりこの方、無量無辺なりという経文のがとは、一応は釈尊のことだが、採用は実界の一切主情ががなのです。この自分が永遠の仏なのです。須田、そこで大聖人は音菊伝でこう言われているのですね。がとは法界の主情なり、実界個々を指してがというなり。ねえ。生涯に執着して狭い心のままで苦しんでいるっていう。てめえのちっちゃいスケールで人測るんじゃねえバカ野郎っつって。ただこれがわからないっていうのが煩悩なんですよね。生涯にとらわれてしまうんですよ。自分はっていう意見で縮こまっちゃうというか、信じられないんですよね。やっぱり大生命体と一体だとか言われても。まあそら詐欺の匂いがプンプンしますよね。その辺はもう体得する世界だから、思おうとするとかじゃなくて、仏教ってこういうこと言ってんだなっていうところをまず今は知ればいいんだけど、これを買えばあなたは大生命体と一体になります。それは詐欺ですけど。それは詐欺ですね。それは詐欺ですけど、これは勝ち取るものなので、そう思えるようになるっていうね、その生涯を叩き破っていけば。本当才能のある畜生ですね。才能ある畜生。才能ある畜生はこれが分からないから、悪知恵を働かせて詐欺に持っていくわけだ。この壺買えば大生命体と一体になりますつって。そのちっちゃい生涯を満たすために、あなたはね、生涯にとらわれてるからダメなの。生涯を叩き破るにはこの数珠を買いなさいみたいな感じになるわけ。これから才能ある畜生っていうか、なんかね、理解できないことをなんか自分なりに生涯の世界で理解しようとして、なんかしょうもない
うん、頭良さそうなふりして人を騙して不幸にさせるような連中がいたりするというね。リスナーの皆さん、このチャンネルが数珠とか売り出したらちゃんとコメントくださいね。もうそれも終わってるわ、そうなったらアウトよ。終わってるわし、他にもそんな創価学会のふりしてそんなことをやりだすようなね、いるの？いやいや今後出てくるかもわからない。そんなことは今はいないと思いますし、うん、いたらもう即追放だのもって話だけど。何売るんだろうね。でも昔はそんな新しいけどね、なんか。あ、そうなの？まあ学会員同士で、うん、金銭のやり取りトラブルみたいな感じですか。あ、まあそれはもうアウトでしょ。学会員同士っていうか金銭のやり取りは大体トラブルのもとなんで、よかった、どこどこ会館のありがたいお水だからこれ1本500円とかでもそういうこと言い出したらもう終了なんだよ。それはやっぱ見破る力をつけていけるんですよ、共学ってのはね。共学教養大事だよ、やっぱ。うん。だから大生命体と一体になるみたいな話で、それだけ聞くと怪しいと思ってやっぱ入ってこれないでしょ。いや、それはもう信仰の実践が大事だよってことを言ってるわけですよね。これを信仰なしでこれを理解することは不可能ですよ、これ。聞く土台レベル、知識レベルも必要だし、比喩も必要だし、そう慎重にいかんといけないですよね、そこは本当に。ね、危ない危ない。無視の本仏っていう話をね今してるんですけど、でそれは一見釈尊が私は無視の本仏永遠の仏でしたみたいなことを次郎本で言うんだけども、その私が我っていうのは、一応は釈尊のことを指しますが、一応っていうのはまあ文章で捉えたらっていうね、採用は我々一切主上世界の人類全ての人ですっていうことです。本当はそういう意味合いなんですよってことですよね。あなたも私も、っていうことね。最後のまとめとしてね、私は神だみたいな、私は超越した存在だみたいなのはアウトなんだけど、私は自由の菩薩だっていう意味合いだとこれ OK なんですよ、これ。そうね、そうね。私は神だみたいなノリで私は自由の菩薩だって言ったとしてもありなんですよ、これ。なんでか分かりますかね、これ。この違いは。違いを言語化するのはちょっとなんだろうな、感覚では分かる。自覚してるっていうところかな。どっちも自覚しますよ。私は神だも自覚してるし。そうね。なんだろう。私は神だと思う。私は自由の菩薩だ。むずっ。あえてシンキングタイムやってみますか。こっちだと何があかんくて、こっちだとその問題は解消されてるみたいな。神と自由の菩薩の違いか。なんだろうな。神はもうそれが全てじゃないですか。全てというかもう超越した存在みたいな感じなんで、もうできてると。っていう勘違い野郎で。で、自由の菩薩っていうのは何でもできるっていう可能性を理解した人だから、いい方向にも、悪い方向にも何でもこの先未来は想像できる、作っていけるっていう未来志向の人。完成はされてないね。完成はされてない。でも完成されてるんだけどね。でも神っていうパターンだと完成されてもそこから動いてないって感じがする。常にそうね、成長する。成長するかしないか。何もしなかったらどんどん強が下がっていくし、本因本願ってやつで、それは修行し続ける軌道に入ってるからずっと完成体を維持できるっていう、その違いがありますよね。それはね、いい視点ですね。それは一個あります。代謝が行われてるかどうかというか、それも重要な点ですね。さてもう一個は、もう一個もう一個あんの？もう一個なんだろう。神と自由の菩薩の認識の問題ですよね。それ認識したら、どう悪いことが起きたり、いいことが起きたりするのかっていう、そう認識した場合ね。私は神だって言ったら争いが起こる。というのは、いや私も神だ、いや俺も神だ。面白いですね。
十の菩薩の方は十の菩薩は、私は十の菩薩は、そうか、私も十の菩薩か、じゃあ共に頑張っていこう。ああ、いい視点いい視点。いい視点。非常にいい視点。非常にいい。てかもうほぼ正解だわ。っていうのは、やっぱ私は神だの場合だと、神じゃない人たちあ、そう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 。ってな感じになって、見下すっしょ。もう自分を称えなさいって感じになるじゃん。もうそれも差別生まれるんだよね。もうその神っていう意味で超越的だって思った場合。もう認識した時点で上下関係ができちゃうよ。ゴミに見えるみたいな。ラピュタのムスカみたいな感じになっちゃうみたいな。見ろ、人のがアリのようだみたいな感じになっちゃうみたいな。ゴミのようだ。あ、そうそう、ゴミのようだみたいな感じになっちゃう。私は十の菩薩だの場合だと、人を救うために苦労して生まれてきたんだっていうことだから、救おうとまずするし、でまたみんな十の菩薩なんだっていうので、心がどんどん満たされていくというね、リスペクトがついてくるようになるというね、十の菩薩の自覚は。成長共同体ができるよね。そうそうそう。もう平和にしかならないわけですね。でも超越的な意味で私は十の菩薩だでもいいんですよ。そうね。それでもみんなが超越的に見えるんだから、それはもうリスペクトでしょうね。神だの場合だとリスペクトがなくなってくるんだよ、逆に。ひれ伏せ者どもよになっちゃうね。そういう考えを持った人が通り魔とかやっちゃうわけだよね。なんかそういう事件が起きるのってそういう思想になった人だから本当紙一重だよね。超越的って思いたいのはあるけど、私は神だと事件を起こしちゃうというね。十の菩薩だと人を助けようとするしっていうかね。紙一重だけ。うまいこと言いましたっていうところで、今日のところは締めましょうかっていう。ちょっとこれシンキングタイプに作ってみるのもちょっと面白いかなと思ってね、やってみましたけど。確かに確かにね、いろんな人のコメントというか解釈聞きたいね、こういうのね。面白い。俺は十の菩薩。なんでそんなラオウみたいな感じなの。こうやって悪役みたいに言っても平和につながっていくっていうのが十の菩薩の自覚でございました。なるほどね。はい、今日のところはこの辺で。はい、お疲れ。おつもと。